方ひろゆき氏の宝くじをバラで買うやつはバカが論破される。実はバカなのはどっちか徹底検証。バラで買うやつはバカ。ネットでは大の宝くじをバラで買うやつはバカというのがひろゆき氏の主張です。連番なら確実に当たる300円をドブに捨てるのは頭が悪いという主張ですが、これ実は論理的に崩壊しています。今日はこの発言の裏に潜む数学的な嘘を解説します。そして実はという話を最後にお伝えします。これは行動経済学の穴と言われています。ひろゆき説。ひろゆき氏の主張はシンプルです。宝くじを10枚買うとき、連番鳴らした1桁が0から9まで揃うので300円が 100% 当たる。しかしバラで買うとその確定した300円を失うリスクがある。期待値が低いゲームでさらに損を重ねる買い方を選ぶのは庶民のバカな発想だという論理ですね。曰く宝くじって1枚あたりの期待値は低いわけですよ。300円で買ったらだいたい100円くらい返ってくるっていう計算上の期待値になってるわけじゃないですか。連番で100枚買った場合は必ずその300円の次の3000円が当たるというのも確定してるのに、バラで買うということはその確定利益を失うわけですよとのことです。数学的な間違い。結論から言うと、数学的な期待値という観点ではひろゆき氏は間違っています。連番で買って300円を確実に回収するのも、バラで買って300円を失うリスクを取る代わりに600円当たる可能性を残すのも、期待値の計算式では全く同じ数値になります。期待値が同じである以上、どちらかが数学的に得で、どちらかが損であるという結論は導き出せません。統計学的な間違い。統計学的に見ても、バラ買いが損だという根拠はありません。ひろゆき氏は失うリスクだけを強調しますが、統計学では下振れと上振れの両方をセットで考えます。バラで買って300円を失う確率と、300円余計に手に入れる確率は対等に存在するため、どちらかが統計的に劣っているとは言えないのです。バラ買いをバカにするのは、統計の半分しか見ていない偏った見方と言えます。ヤフコメ勢。ネットニュースのコメント欄もこれらの点を指摘する声が圧倒的です。これ分かってないのはひろゆきの方。バラだろうが連番だろうが期待値は同じ。通常のバラ買いは下1桁は09で売られているので10枚買えば1枚は当たります。仮に下1桁が揃ってなかったとしても確率的には110で同じです。バラを1枚ずつ計10枚購入した場合は6等の当選確率は変わりそうだが外れの確率も変わるので結果的に見れば同じ。皆的確に間違いを解説しています。結論バカはひろゆきだった。数学的にも統計学的にもひろゆき氏の正当性はありません。一方的なボロ負けで3度バック状態です。期待値が同じなのに損をしていると断定するのはロジックを無視した感情論でしかないからです。わずかな反論も論理のすり替えに過ぎません。そもそも宝くじは期待値低いのにはからず、さらに期待値の低い買い方を選ぶっていうのがね、庶民ってそうやって損するんだなと言っていますが、300円という小銭の確実性に必死にしがみつく姿こそ、実は余裕のない貧乏人の発想に見えるという逆説的な見方もできてしまいます。行動経済学。ところが別の学問ではひろゆき説を正当化することができてしまいます。まず登場するのが行動経済学のプロスペクト理論です。人間は100円の得より100円の損を過大に恐れる性質があります。両者は等価ではないのです。彼はこの心理を突き、あえて不確実性を排除する戦略を正解と呼んでいる。つまり数学ではなく心理学的なコスト損をしたくないという恐怖心に主眼を置いています。この恐怖心の方が当選金を得られるワクワクより大きいんだから金額は同じであっても損だよねという理屈です。そうなんです。人の心は同じ100円でも状態によって評価を変えてしまうのです。生存戦略、継続という観点からは死ななければ負けないという主張が強力です。体力1でも残れば再挑戦できるのです。彼は宝くじを最初から負けが決まっている戦争だと定義しています。宝くじの還元率はわずか 45% です。1万円買ったら4500円しか戻りません。確率的には絶対負けるわけです。負けかくなら最後に掴む藁を捨てることは絶対避けるべきという生き残り戦略です。前列が目前の戦場で唯一 100% の確率で手元に残せると国が保証してくれているのが末等の300円という藁です。掴める藁がゼロになったら死ぬ。だからそのリスクだけは全力で排除しろという極限状態の生存戦略ですね。つまりひろゆきは数学的な話ではなく戦略的な話をしているのです。それに対して数学的な間違いを指摘すること自体がバカだとさらに嘲笑うわけです。意思決定論。もっとも税理士の視点で見れば宝くじはそもそも娯楽費です。期待値がマイナスのものに金を払う時点で目的は節約ではなく体験です。わずかな回収額を固定するために楽しみ方を制限する連番を強要するのは意思決定としては非常に効率が悪い。本当の意味で頭が良い人は300円の変動をリスクと呼ばず自分の満足度が最大化する買い方を選びます。知性。今回の件、ひろゆき氏の言葉尻だけを捕まえて間違っていると越に浸るだけではもったいないです。大切なのは一見するとおかしいなという話を聞いた時に自分の考えと違うけどこの人はなぜそう言うのかなと一歩立ち止まって考える癖をつけることです。表面的な正誤や損得に惑わされずその裏にある思考のフレームワークを読み解く力こそが今の時代を生き抜く本当の知性ではないでしょうか。いかがでしたか。この情報が役に立ったら良いねとチャンネル登録をお願いします。